経絡メディテーションは、大きく分けて方法はやることは2つなんですよ。1つは自分のためにやるんですよ、自分のために気の流れを良くするためにやるんですよ。で、我々日本ボディケア学院の谷口メソッドはみんな経絡を使うじゃないですか。で、気のバランスを見ますよね。最初の陰陽の説明ですよ。勾玉カパーンとはまって、陰は陽を求めてる、陽は陰を求めてる、上にある陽は必ず下に、下にある陰は必ず上にと。でそれがうまくぐる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 回ってたら問題ないけど、どっかで滞るから問題出るんですよね。でそのどこで問題出てるのかなっていうことを見つけていくのが弁証とかそうなってきたり、東洋医学的なカウンセリングになるわけですけど、そういうことをやってるわけですから。そして私たちの目的は筋肉をほぐしたりして痛みを取ったりリラックスしてもらうってことも大事やけど、我々が目指しているのは気の流れを良くするってことですよ。で、気の流れを良くするって何やったらなんとなくみんな分かるけどちゃんと意味分かってないですよ。まず気がどこ流れてるのかってことですよ。気はその十二経脈を流れてるんですよ。で、気の流れが悪いということは十二経脈のどっかに滞ってるとこがあるってことですよね。なので気の流れを良くするには滞っているところがどこかを見つけなあかんわけですよ。その目安の一つがカウンセリングでもあり、引用語行セラピーのリアルネイチャーかもしれないし、耳つぼかもしれないわけですよ。耳つぼの反応点、足裏の反応点、背部輸血とか見て、でそういうところでこの人どこが調子が悪いねんなーっていう目安を見て、でそこの関連する経脈の流れ、そこにアプローチしたりマッサージしたり指圧したりストレッチしたり、それこそ点血をやってみたりするわけですよね。でそこの経脈にアプローチするときに使うのがそのツボであって、そこにアプローチして、で我々は気の流れを良くしてその人の病を改善していこうという考え方なんですよね。それをやる我々セラピストが気の流れが悪かったら自分滞ってんのに人できへんでしょ。だからまず経絡メディテーションの目的の一つは自分自身の気の流れを良くするってことですよ。結果自分の健康を維持する、免疫力を高めるということにつながるであろうと思っているわけですよ。なのでそのためには自分自身もその十二経脈の走行をちゃんとイメージして、そこに吸ってでイメージして吐いてバーンとか流さなあかんわけですよ。でどこ流れてんねやったっけっていうことは、その場所すら分かってないということは、滞ってるところを滞りのその解消するのができるわけですよ。だから十二経脈、内臓の連結、みんなちゃんと覚えておいてねってことですよ。でまずそこが本当に気が通ってるかどうかっていうのをチェックするためには、自分自身がその走行をイメージするってことですよ。イメージできるっていうことは、そこに気がある、気が通ってるってことですよ。でもどこに行ってんのか分からへんかったら、もう確実にそこはもう滞ってるわけですよ。イメージできてないんやから。それが目的なんですよ、最初。自分の十二経脈をイメージして、ここ通ってるよな、ここ通ってる。でそこに対して吸ってでまず線路引いて吐いてでワーンってこうイメージで流していくっていう感じですよね。だから十二経脈ちゃんと覚えましょうねいうことです。でそこで松田さんが覚えてないとこあったら、そこは滞ってる可能性があるということです。私が滞ってる、私のそこの覚えきれてないところが滞ってる可能性がありますよね。分かってないね。分かってないです。だからほとんどの人は知らんわけですよ。十二経脈なんて知らんですよね。そうですよね。どこ流れてるかも知らんわけですよ。そう、十二経脈が流れてること自体知らないわけです。知らないんですよ。だからそれを
呼吸やったりヨガやったり太極拳やったりしてどうやって整えるんですかっていうのが私の考え方ですよ。十二経脈、その気がどこ流れてるのか知らないのに、それではいくらやってもあかんでしょうってことですよ。だから経絡メディテーションが施術の基本になるんですよ。それをじゃあやる前に私はとりあえず12経脈全部こうやってからで自分の気を整えてからじゃあお客さんのところに行ってじゃあやってあげるとそうすると分かる、その滞ってるお客さんのじゃあ肩の辺がっていうとじゃあちょっと大腸系っていう大腸系のこの辺がって自分で思ってではいとかどうですかね、うんとか出てますかみたいなそんな話をするといやちょっと出てないですみたいな話になるんですね。胃がどうとかっていうと胃の調子悪いですかとかってじゃあそうなんかやるとそういうことになるそうですね。その辺が凝ってたりするとってことですね。それがデータなんですよ。自分がイメージできてるから覚えてますよね。そうですね。ここ膀胱系やな、触ったら張ってるとか。そうですね。あれなんか彼女普通のより硬い。他のとこここまで硬いんだけど膀胱系だけ硬いな。なんかこの滞りがあったりするのかな。ということで膀胱やったら何やったかな、おしっこか体の冷えかどうですかって聞いたんですよ。おしっことかどうです？なんかよく起きたりとか反対出ないとかなんかありますか？いやそう最近よく起きておしっこ行くのよねって言うかもしれないです。っていうことはここのふくらはぎのこの膀胱系のところ張ってる人は小筋小山脾陽とか張ってる人はもしかしたらその夜おしっこで寝られる人ちゃうかなっていうデータが一つピュッて入るわけですよ。でそういうことを頭覚えておいてで自分の経脈の気の流れをさらに解き澄ましといてでお客さん触ったらまた別のお客さんも同じような人いるかもしれないです。他のとこ肩のえらいここだけ硬いなでもしかしたらお客さんおしっことかだから夜おしっこ何回も受けて眠れない時ってあります？あるって言うかもしれないです。そしたらそこにまた松田さんのデータ1がもう1個入るんです。1、2、3、4、5なんです。それを増やしている。私はそれを整骨院にやった時からやってたんですよ。だから私のやってる理論とかずっと勉強してる人からしたらそれちょっとちゃうやんいう人いるんですよ。でも違うかもしれんけど私は実際それを見てきた言うんですよ。学生の時から1日100人以上来るとこでアルバイトしてましたから、全部100人触ってないけどねかなり毎日何十人は触ってたんですよ。で自分で開業した時も100人以上120人来てた、半分は触ってました。毎日60人か50人はそういうことをずっと見てきたんですよ。だから私はこの自分の作った谷口メソッドは自分がそれ治療院やってた時の経験を元になったんですよ。それを30半ばまでずっとやってたわけですよね。でもうそれずっとやりながらも まとめてたけどもやっぱ無理やわ思ってどっちかを切ったわけですよ。でも治療院はやめてスクールにしたわけですよ。でそのデータをきちっとまとめて伝えられるようにしたのが今のこれなんですよ。で今後データを私の代わりに皆さんにやってねってことを今やってるわけですよ。だからそうですね、自分の気を整えてそこからカウンセリングをしてじゃあどこが悪いか自分で触りながら探していく聞きながら触りながらね、それが経絡メディテーションの一つの目的。もう一つは今度はお客さんにも自分の気の流れを整えてもらうということですよ。今みたいな話をしてあげて、何々さんも気の流れを良くすると健康になって免疫力高くなるって話聞かれたことあると思いますけども、気ってどこに流れてると思いますかって言って気ですかこの辺ですかと言われるんですよ。いやいや、気は経脈を流れてるんです。肺に関係する経脈は胃から起こって横隔膜行って大腸まで行ってまた上がってきて体表ではここ流れてるんですよと。これが肺の経脈なんです。肺の問題があったらこういうところが張りがあったり痛みがあったりするんですよって話ですよ。
そういうことを覚えてもらって、でそれを覚えてもらった上で松田さんはそこをマッサージしたり指圧したりしてあげるんですよ。これがさっき言ってた肺のとこですよ。ということはここ硬いけどこれやったら肺の気の流れが良くなって私呼吸楽になるのかなってことをお客さんもイメージできるわけですよ。それを施術する人も受ける人もイメージできたらより効果高い。それが外気治療ってやつです。